ご理解第44節。狐たぬきでさえ神に祀られることを喜ぶというではないか。人は万物の霊長なれば死したる後、神に祀られ神になることを楽しみに信心せよ。教祖はこの世で神にならずしてあの世で神になれるかと教えています。神になるとは霊長としての値打ちを発揮することです。我情我欲を離れることです。そこには霊徳、神徳が混然として一つになる世界があります。いわゆる神徳の中に生かされてありの実感です。死したる後、神に祀られるということは、我が心が神に向こうていくことを楽しみに生涯かけて精進していくことを言うのです。我が心が神に向こうていくことを楽しみにと師匠は教えておられます。私どもの心が神に向こうていく。これはただ神様に心を向ける、そしてお祈りをするというのでしょうか。その神様に心を向けるということとはまた少し違うように思いますね。我が心が神に向こうていく。つまり神様になるということだと思いますね。師匠は生き神への精進とも教えてくださいます。この世には神になるために来たのだと。それは神の心を心とし、神になることだと。信心の究極の目的というのでしょうか。それは私どもが神の心を心とし、神になる、神に帰っていくとも表現されますね。神に向こうていくということは、神になりに行くということだと思いますね。私どもの心がただ神様に向かって神様お願いします、お願いします。あるいは神様ありがとうございますと神様の方向を向くというばかりではなく、神様の神になることに向こうて進んでいく私どもの心が育っていくということだと思いますね。今日いただきましたのはその育つということなのです。その育つという内容が神に向こうていく、神になる、神の心を心として神になるというところにあるのだと思います。人間でも親が子に願う。それは何を願うか。子供の成長を願う。子供が元気に健康に成長してくれることをやはり親はまず第一に願うのではないでしょうかね。この子が有名になってくれたらよいとか、この子がお金持ちになってくれたらよいとか、それは二の次ですね。もちろんそういうことを願う親もありますけれども、それはやはり二の次だと思いますね。まずは何はさておき、元気に健康ですくすく育ってくれること、それを願うのが親のまず第一の願いではないでしょうかね。してみるとやはり神様も私どもの親様であるわけですから、その親様である神の願い、それは私どもが元気に育つこと、
もちろんそれは私どもの心が育つということ。この世での肉親の親が願うのは肉体が育つということでありましょう。そこに第一の願いが置かれておるように思いますけれども、神様が願われるその育つということは肉体が育つということよりもむしろ私どもの心が育つということ、それこそ神に向こうていく、神に向こうて心が育っていく、これがやはり神様の第一の願いだというのですね。神の願いの第一は私ども氏子の心が育つことにあるというのです。例えば修行生が布教に出ようとします。出させていただこうといたします。そしてまた布教に出る願いを立て、布教に出た暁には教会が発展することを願う。ご信者さんが増えることを願う。そういうこともありましょうけれども、では神様の願いはどうか。神様の願いはこの氏子が布教に出て教会が大きくなることをまず第一に願っておられるか。そうではないように思いますね。確かに修行生としてはお道の教師としては教会が大きくなることを第一に願うのかもしれませんけれども、それはある意味我情我欲の願いですね。師匠が願われた教会発展を願う、それは我情我欲の願いではありませんでしたね。普通の先生が願う教会の発展は我情我欲から願うことの方が多いように思いますね。師匠の場合はご信者さんがそのも共に巻き込んで教会の発展を願う、そのことがより一層の信心のお育てになる、そのために願われたというよりか願いを持ちなさいと言われたわけですね。師匠自体が教会が発展しようが発展しまいが、師匠にはそんなのはもうどうでもよかったことなのですね。それをご信者さんが願うところにそのご信者さんの信心が成長する、より一層助かられる、それが目的だったわけです。ところが私どもはそこのところが見えませんから、どうしても師匠が教会発展を願っておられたといただいてしまいます。で、私どももやはり教会の発展を願ったりいたします。その出るところ、求めるところが違うのですね。ですからもちろん神様も教会の発展を願っておられるわけではない。神様がもちろんそれは発展するに越したことはありませんけれども、神様が一番に願われておるのはその教会の奉仕者の心が育つこと。奉仕者の心が育つこと、それこそ神に向こうて育っていくことが第一の神様の願いであるわけですね。ですから最近教会を辞められたという先生がおられるようですけれども、今朝はそのこととても親愛の表れだといただきました。そのことを通してその方の心がいよいよより本当に向かって育っていくことが神の願いなのだと。教会が発展するとか発展しないとか、そういうのは神様としては
二の次なのだと。まずはそこにいる奉仕者の心が育つこと。これがまず第一の神様の願いなのだと。神様の願いは、私どもの氏子の心が育つことにあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。今、音が聞こえたでしょうか。プルルンという音がしましたが、まさにお勇みといただくべきでしょうね。ありがとうございます。